こんにちは、犬正です。今回はこちらのダイソーで買ったアクリル棚を木ネジやアンカーを使わずに壁に取り付ける方法をご紹介しようと思います。工作に入る前にアクリル棚について少し説明させてもらいます。まずこの製品は200円します。これ高いと思う人もいるかもしれませんが、実はアクリル板って品質にもよるけど、このくらいのサイズをホームセンターで買うと1400円くらいすると思います。そう考えるとこの製品めちゃくちゃ安いですよね。あとこの製品2つの種類があります。それがこの2つなんですが、何が違うかわかりますか？はい。透明タイプと半透明タイプがあります。これ間違いやすいので気をつけてください。犬正は間違えて半透明を1個買っちゃいました。では中身を確認してみます。まずアクリル板が1枚。それからブラケットが2個と、板をブラケットに固定するボルトナットのセットが1袋。最後にブラケットを壁に取り付けるアンカーと木ネジ。以上です。ちなみにアクリル棚って聞くと置くタイプの棚を想像しちゃうんですが、この製品は俗に言うウォールラックっぽいですね。ただアンカーを使って取り付けるってのは DIY 未経験者にはちょっと敷居が高い気がします。理由はアンカーを取り付けるのにまず電動ドリルが必要になるし、アンカーの直径に対応したドリルビットが必要になることです。それから壁に直径 6mm の穴を開けることになるので、撤去の際に壁に目立つ傷が残ります。まあそもそもこのアンカーがちゃんと効くかもわからないですしね。すいません。取説をよく見たら付属のアンカーはコンクリート壁用でした。一般の石膏ボード壁には対応してないみたいですね。これって100均製品としてはどうなんでしょう。石膏ボード壁に取り付けるには別途石膏ボード用のアンカーが必要になるみたいですね。犬正は電動ドリルは持ってるんですが、壁に穴を開けたくないのでアンカーとネジを使わずに壁に取り付ける方法を考えてみました。そのために必要な部品がこちら。ダイソーで買ったネジの代わりになるプッシュピン。プッシュピンっていう太さ 1.2mm くらいの針と取り付けピースっていう部品でいろいろなものを壁に固定できるアイテムです。ちなみに耐荷重は部品1個で 5kg。十分頑丈に取り付けれそうですね。それでは実際に取り付けるとどうなるか試してみましょう。とりあえず水平だけはできるだけ測りたいのでマスキングテープでマーキングします。100均の水平器を使ってもいいんですが、今回はスマホの水平器アプリで水平を出します。アクリル板の穴の間隔は19センチなので、マスキングテープにも19センチの間隔でマーキングします。そしたらブラケットを取り付けます。これがなかなか面倒で、壁際なので撮影しにくいし、取り付けピースが全然安定しないので、テープでブラケットに仮固定した後でプッシュピンを刺すことにしました。今回一番難しい作業はこのピン刺しになると思います。お見苦しい映像になりますが、しばしご容赦を。ピンを刺すのにラジオペンチがあるとかなり作業が楽になると思います。これも100均のもので十分です。そして早速問題が発生しました。2本目のピンを刺したいんですが、ブラケットの横壁が邪魔でピンが刺せません。さすがにピン1本じゃ耐荷重が心配です。でも大丈夫です。ブラケットを回せばピンを刺せます。当たり前のことなんですが、こういうのって一瞬わってなりますよね。気づけば簡単なことなんですけどね。こんな感じで3本のピンを刺せたら、下段も同様にピンを刺して固定します。下段のネジ穴は壁が低いので問題なくピンを刺せます。ピンを刺すコツなんですが、取り付けピースの穴は軽くスパイラル状に開いているので力を入れる角度に注意しましょう。あとブラケットと取り付けピースの間になるべく隙間ができないように気をつけましょう。これで1つ目のブラケットの取り付け完了です。同様にもう1つのブラケットを壁に取り付けます。で、最後にアクリル板を取り付けます。これ取説を見ると袋ナットを板の上に取り付けるんですが、鍋ボルトで固定した方が絶対見た目がいいですよね。ボルトナットのセットもダイソーで売ってるので、取り付けはちょっとだけ面倒になるけど、今回はこの組み合わせで設置してみます。アクリル板には両面に保護シートが貼ってあるので、とりあえずシートを剥がします。保護シートを剥がすのってめっちゃ気持ちいいですよね。犬正これ大好物です。で、アクリル板の取り付け方法ですが、ブラケットの下からナットを入れて上からボルトで締め付けます。がっちり締めたい人はラジオペンチでナットを固定しながらボルトを締めてください。ただしアクリルは割れにくいけど傷がつきやすいので締め付けにはご注意を。犬正は仮設置なので指固定で十分かな。
で、取り付けが完了しました。あとはブラケットの蓋を閉めれば完成です。これはね、空気感っていうか存在感のなさがすごい。透明だし厚さが3ミリしかないから、何か物を置いとかないと知らない人がぶつかりそうで怖いかも。ってことでちょっと物を飾ってみたいと思います。チューハイとバナナとカップ麺しかありません。フィギュアとか観葉植物とか探したけど、チューハイとバナナとカップ麺しかありませんでした。いやでもこれはこれでおしゃれな気がしません。気を取り直して恒例の耐荷重テストをします。って言っても今回の棚は取り付け方以外はドノーマルなので、製品に記載されている耐荷重 2kg を耐えれればよしとします。1チューハイが約 500g なので4チューハイで約 2kg ですね。4本は乗ったんですが、もうちょい頑張ってみます。5チューハイで6チューハイ、これで 3kg ですね。一応合格ってことにしておきます。ただし手前に物を置くとかなり棚が傾くので、現実的には 2kg 以下のものをなるべく壁際に寄せて飾るのがいいと思います。そこら辺は DIY なので自己責任でお願いします。耐荷重テストの後にちょっと思ったんですが、これ女の子のフィギュアを乗せて下から見たらやば、ガンダムとか下から見てもかっこよさそうですよね。今回も改造して耐荷重を上げようか迷ったんですが、棚の強度を上げるためにはどうしてもブラケットを大きくする必要があります。でもそれをやっちゃうと見た目がやぼったくなっちゃうので、今回は簡単設置と見た目重視の工作ってことで無改造で設置してみました。ただ見た目で1点気になってるのがこのネジ頭です。白で塗装するって手もあるんですが、面倒なので 3D プリンターでこんな部品を作ってみました。これをかぶせれば微妙かな。でも視覚的に情報量が減ってすっきりした気がしますよね。あと冒頭でホームセンターでアクリル板を買うと1400円くらいするって話をしたんですが、ホームセンターのアクリル板は透明度が高いし、表面が傷つきにくい加工がされているなど高い品質のものになります。ダイソーの製品は材質にアクリルとしか書いてないので正確な品質はよくわかりません。まあでも犬正が見た感じでは普通に透明度が高い気がするし、普通に扱う分には特に傷がつきやすいとは思いませんでした。地震が来たらちょっと怖い気はしますが、おしゃれな小物を置くにはすごくいい棚だと思うので、気になった人は試しに使ってみませんか？今回使ったネジの代わりになるプッシュピンについてちょっと豆知識っぽいお話です。これは M5 のネジの代わりになるんですが、100均には似たような製品があって、それがこちら。壁面にしっかり固定ピンフックです。こちらは普通はピンフックとして使うんですが、金具部分を外せばネジの代わりに使えます。ただこれは M4 のネジサイズとして使えるみたいです。些細な違いなんですが、1mm の差で使える場面が変わってくるので、覚えておくと役に立つことがあるかもしれませんね。あと細かいことを言うと、ピンの太さも違ってて、プッシュピンに付属しているピンの太さは 1.2mm くらいで、ピンフックに付属しているピンの太さは 1mm くらいです。たかが 0.2mm の違いだけど、穴の跡は小さい方がいいですよね。以上、ほぼ役に立たない豆知識でした。それではご視聴ありがとうございました。